続いてはニューヨークから@NYC のコーナー、マイケルさんに伝えてもらいます。おはようございます。今日のニューヨークは朝からカラッと晴れて雲一つなし。It's a blue sky。っていうのも雨は全部昨晩一気に降り尽くしたからです。Wow! もうハリケーン間すごかったですね。僕昨日非常事態宣言が出る前から車で移動しててあまりに雨が強いのでやむを得ずサービスエリアにストップしたらもうっていうぐらい降っててですね、こっからもう朝までかけてニューヨークに到着した時までにもういろんなすごいものを目撃しました。高速道路も部分で完全に浸水してて乗れないし、降りた街はもう膝ぐらいまで浸水してるし、そのまま乗り捨てしてある車ね、何百台も見たと思います。高級車とかももうそのまんま掘ってあるという It was nuts。かなり被害も出ているようですが、皆さん大丈夫でしたか？ Yes。ありがとうございます。幸い@NYC チームはメンバー全員無事です。それにしても昨晩の雨が来週予定されているファッションウィークと重ならなかったのは、助かりました。ファッションと大雨はね It's a not a good combination。皆さんも多分ご存知のこのニューヨークファッションウィークというと、毎年春と秋にデザイナーさん、モデルさん、セレブが集まって、このファッションショーとねハイソサエティパーティーをもう1週間連続でやるやつです。それこそ皆さんも名前の知ってるようなお高いブランドたちがねきらめくんですけれども、それはもうあくまでも氷山の一番てっぺんのこの光ってる部分で、それを支えているもっと地味なディープな塊がニューヨークにはあります。いろんな職人さんなどこのファッション業界を支えている人たちですね。まずはこちらからご覧ください。人気デザイナーの最新作、布地にひだを織り込むプリーツが特徴です。さまざまなプリーツがボリューム感と独特なシルエットを作り出しています。こうしたプリーツ作りを一手に引き受けている工房がニューヨークにあります。オーナーのレオン・カレイジャンさんはレバノン出身。この道75年というベテランです。レオンさんを支えているのは息子のジョージさんです。巷で機械化が進む中、2人は手作りにこだわっています。特に絹は繊細で手作業でないとすぐに型崩れしてしまうそうです。紙で作った型に絹を挟んで固定します。2人でバランスを取りながら型に沿って織り込んでいきます。かける圧力を一定にしないと薄く柔らかい絹はずれたりシワになったりします。2人の息を合わせながら一ひだずつ丁寧に。織り上がったら型紙ごと丸めて蒸気で熱を加えます。布地によって最適な温度と時間が微妙に異なります。150年前からレバノンで織物業を営んでいたカレージャン系。プリーツの技術は20世紀の初めにフランスから取り入れました。その後レオンさんは内戦を逃れ、70年代にニューヨークに移住。その技術を今に伝えています。プリーツはベーシックなストレートラインだけではありません。こちらをご覧ください。わー、壁に並ぶさまざまな型紙。
どれもレオンさんとジョージさんのオリジナルです。実はこの型紙作りは門外不出の企業秘密。1枚の紙を折り込む作業は完成までに1ヶ月以上かかることもあるそうです。こうしたプリーツが今年のファッションウィークでも披露されることになっています。This is this kind of fantasy style. It's very special, very special. とっても繊細で素敵ですね。こうしたプリーツを手作業で作っているっていうのもすごいですよね。すごいですね。で、カレージャンさんの手作りはもう豪華さが違うというか、もう思わずね、カレージャンってこう、言いそうなやつですけれども、ファッションウィークに出ているような有名ブランドの他にも、ブロードウェイの衣装だったり、あとメトロポリタンのファッションミュージアムに依頼されたりとか、かなり引っ張りだこの、親子たちなんです。で、おじいさんね、レオン・カレージャンさん、もう The Real Thing、あんなもう75年とか一つの技を極めてきたような職人さんっていうのはもうこれからあんまりいないと思うんですね。なのでそういう人が作ったものを手に入れるのもこの技を受け継ぐのもいつまででもできることではないんですね。なので今週はこのような特別な伝統を受け継ぐことについてレオンさんの息子のジョージ・カレージャンさんに聞いてみました。So it's kind of funny and refreshing to see you're like the prototype, third, fourth generation son born into a business. Tell us about what that's been like eventually kind of following your father's footsteps. When I was a child, I actually hated pleating. It drove me. Right, I bet. I mean, I grew up in my dad's factory and I remember I'd be 5 years old and my dad would be like, patting me on the back, son, one day you're going to take over the factory. And in my mind, I was thinking, what is I talking about? I want out. I had left my father's business for several years and I came back and I remember, I was looking at the factory and it was like old and dusty and, falling apart. And I'm thinking to my father and I'm saying to myself, I'm like, and he's like, I want to do this and I'm going to do this and I'm going to do this. And I remember thinking and I said to him, I'm like, Dad, I don't remember what I said exactly, but I basically said, Dad, why are you thinking about expansion? You should be thinking about contraction, like you're getting old. And his response was kind of like, what are you talking about? Right. You know what I mean? What am I going to do? Leave behind these 4 empty walls? That was the moment when I realized that, like, my God, like, this is, like, there's my dad, and then there's me, and then that's it. It's over. Like, how can I allow this to stop? It was a very emotional time or moment for me. And did you feel trapped by that, or was that like no, it felt like my purpose kicked in. Do I feel like I don't have a future? No, not at all. I believe that I have like my company has a huge impact to make in the world. Like my father says, like, yeah. I'll die before I leave and let the police drag me away before I go willingly. And this is my calling now. It's inspiring, George. It's inspiring. Thank you. ジョージさん、This is my calling。これが使命なんだ、天命なんだっておっしゃってましたよね。かっこいいですね。お父さんの頑張ってる姿に触発されたんでしょうね。どうなんでしょうかねっていうのは興味深いことにその使命感っていうのは急に10年ほど前に湧き出てきたみたいなんですね。もうすっかり中年になってから若いうちはもうついていけなかったお父さんも今ではヒーロー兼ティーチャーなんでそうなのかもしれませんね。でも、コロナ禍はねレオンさん年配ですからジョージさんもこう会いに行くことができずに半年ぶりにやっと会った時にレオンさんもポケットからね
いろんな折った紙くずとかを出してきて、ほらこんなん考えたんだよどうとか言って言ってたみたいですから、本当すごいんですね。ジョージさんもレオンさんに追いつくまでにはまだちょっと時間がかかりそうですね。I think。なるほど。お二人は去年ですね、半年間も会うことができなかったというお話もありましたけれども、本当に大変でしたよね。もう大変でしたねっていうか業界自体が完全にストップ、したのも大変で、プリーツも今もまだ5割くらいしか復活していないらしいんですけれども、新しい工夫とか商品は、常にありますね。こちらその一例ですけど、マスクです。高級プリーツもねこう小さいと、手が届きます。でそれでも4000円ぐらいでちょっと高いんですけれども、見てください。これどうですか？これ見えます？こう、プリーツになってんのが、わかると思いますけれども、こちらね生地がいいだけじゃなくてカットがね頬骨をきれいに見せるという、おしゃれな形になっています。You gotta rock the mask。皆さんもねこういう小さいところからコロナでしなくなったおしゃれを取り戻して、ください。Have a great weekend and see you next week。マスクすごいですね。こうすごい細かくて顔にフィットしてて、なんかすごい綺麗でしたね。おしゃれでしたよね。あと立体的なマスクのように見えたので、あれだと女性は口紅とかつかなくていいなというふうに思いましたね。なるほど。ニューヨークからマイケル・マカティアさんでした。